皆さんこんにちは、秀樹です。今日のロストジェネレーションブルーストークはですね、昭和末期の東京ラーメン機構ということでお話をしたいと思います。当時の東京のラーメンと言いますとですね、ラーメンブームというのが来る前でありまして、まさかあの当時を考えるとですね、ここまでラーメンが世界的な人気食品というなることは全く予想もしてなかったです。お金のない学生にとっては唯一のなんというかな、グルメみたいなものでありまして、そういう意味ではいろいろと楽しめたわけです。その頃に通ったね、ラーメン屋さんをちょっと思いつくまま挙げてみますと、よく渋谷に行きました。でも渋谷といえば、気楽ですね。品そばというかちょっと平面のね、当時は古い建物でして、1階に厨房が真ん中にあって、それを囲むようにカウンターがあって、そこで、食べてましたですね。建物を変われど、味とかは特に変わってないと思いますが、本当に、よく行きました。であとは大井町はよく行ってたんですけれども、そこに永楽というね、ちょっと気楽にも似たような、感じのラーメン屋さんがありましてですね、そこはね、チャーハンとかも美味しいんですよ。個人的にすごい好きでしたね。であと恵比寿界隈ですね。で恵比寿にはその当時ね、屋台で恵比寿ラーメンっていうのがありましてですね、本当にあっさりの東京ラーメンだったんですけど、もう一つ恵比寿で有名だったのが背脂系のラーメンということで、和樹というねラーメン屋さん、これが人気ありましたね。結構もうその当時も食べるのに並んだりしてましたもんね。であと東京六大学ですとですね、神宮球場、ちょうどその近くにですね、ホープ軒というね、ラーメン屋さんがありまして、ここはですね、スポーツ観戦の時によく行きましたよ。その他で言うとね、銀座に銀ブラと言いましてですね、お金は持ってないんだけど、それブラブラ歩くわけですよ。銀座にですね、やっぱりいくつかラーメン屋さんがありましたね。有楽町の駅降りてね、有楽町ビルというのが確かあるんですけど、そこに中本っていうねラーメン屋さんがありましたよ。なんか太麺でね、醤油味なんだけど、なんかがっつりのねラーメン屋さん、ここもなんか、そこそこ行きましたね。で同じビルディングに肉の万世のね、万世麺っていう麺の店舗があるんですけど、そこにパーコー麺っていうのがありましてね、この2つのラーメン屋さんに行ってブラブラしたりしましたね。であとね、ちょっと離れたところで言うと、板橋にね、当時環七沿いに土佐っ子っていうラーメン屋さんがありましてね、そこも行きましたよ。立ち食いのところなんですけどね、もうすごいいつも混んでいて、でオーダーすると、割り箸の片方に赤い、マジックで赤く塗った割り箸をチケット代わりに、もらって、それ食べましたね。豚骨のねギトギトのラーメンで結構人気ありましたね。あとは荻窪がやっぱり有名だったですね。当時春木屋っていうのがね、すごく人気ありましたけど、その春木屋とあと何店舗かね、やっぱ有名なラーメン屋さんがありまして、そこなんかもね友達に連れて回ってよく行きましたね。そう、僕は個人的に味噌ラーメンが好きだったんですけど、早稲田にね住んでる友人なんかに連れてもらったのがエゾギク。このエゾギクの味噌ラーメンがね、僕はすごい好きでしたね。10杯食べると次の1杯がタダだとかね、なんかそんなんだったと思うんですけど、よく行きましたね、ここもね。あとは忘れちゃいけない池袋の大正軒ですね。何度か行きましたよ、大正軒。つけ麺ね、すごいその当時も並んでましたね。すごい量がいっぱいでね、ここも本当に学生には本当にありがたいお店だったですね。で最後にやっぱり忘れちゃいけないのはですね、慶応の正門近くにありました二郎ですよ。最初入るまでがね、ものすごく勇気が必要でしたね。必ずね、学校に行く時は前を通るんですよ。慶応大学のねキャンパスに沿って曲がってるコーナーの一角があるんですけどね、そこにありましてね、並んでるお客さんもね、ごっついね体育会系のねラグビー部だとか、野球部だとかね、でちょうど1年生の時のクラスメートでラグビー部とアメリカンフットボール部の友達がいて、彼らがね誘ってくれたもんですから、それが初めてですよ。長い列に並んでる間にね、いろいろ教えてくれましたよ。まず大将がなんか最初に聞いてくるから、それは麺の量である。でそれからしばらくしてまた大将がもう一度聞いてくるから、それはトッピングであると。
とにかくね安いんですよ。普通のやつでも280円で、大盛りでその豚のダブルってやつになるとそれが420円かなんかそのぐらいだったんですよ。でまあね、最初はね美味しいとかなんていうよりもとにかく早く食べなきゃいけないし、本当になんか苦しかったですね。これはちょっともう二度といけないなとその時は思ったんですが、不思議とまたね次の週に行きたくなったりしましてね、それから結局毎週のように通うようになりましたね。いわゆる昭和末期のね、ラーメン、東京のラーメンってのはそんな感じだったですかね。他にもあの頃の懐かしいラーメン屋さん覚えていらっしゃる方いたらぜひコメントをお寄せください。それでは今日も皆さんいい一日をお過ごしください。それではさようなら。